皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスの新たな脅威となるかもしれない変異株、オミクロン株について取り上げていきます。なお、この話題を取り扱うにあたって、この名前についての話題というものがまず第一にありました。というのも、オミクロン株のその名前を付けるときには、現在ではギリシャ文字の順番につけていきますよということが公言されています。ですから、次はニューかな、次は臭い株かなといったことが言われていたわけですが、その名前を飛ばしてオミクロン株になりました。なぜそのような名前を付けられたのかについては、世界各国で中国に配慮したのではないかと言われていました。そしてこのような声に対して WHO は命名の理由というものを明らかにしています。そしてその命名の理由というのがまさに、中国に配慮したんだなということをいわば認めるような内容となっています。一体 WHO はどのようなことを言っているのか、そして現在のところ分かっているオミクロン株についてまとめていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。中国に配慮してオミクロン株に WHO が2文字飛ばしの理由を説明。新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株について世界保健機関 WHO は27日命名の理由を明らかにした。 WHO はギリシャ文字で変異株に名前を付け、直近で用いた文字はミュだったが、アルファベット順で続くニュー、臭いを飛ばしてオミクロンを使ったのは発音が似た英単語との混同や人名を避けるためだと説明した。 WHO が26日新しい変異株をオミクロン株と命名したと発表すると、ソーシャルメディアなどで2文字を飛ばしたことが話題になった。臭いは英語で XI と表記する。中国の習近平、シー・チンピン国家主席の習の字も英語で XI と記されることから WHO が中国に配慮し、臭いを飛ばしたのではないかといった見方が出ていた。 WHO は New、英語表記 NU は英単語の新しいを意味する New と混同しやすいと説明。 XI は正として使われ、 WHO のガイドラインは新しい感染症に名前を付けるときに地名や人名を疾患名に含めてはならないとしているため、臭いを避けたとしている。新型コロナの変異株は確認された国や地域の名前を使って英国株、ブラジル株などと呼ばれていたが、 WHO は差別や偏見を避けようと5月末以降ギリシャ語のアルファベット24文字を1番目のアルファから順に用い、懸念される変異株や注目すべき変異株などに指定した変異株の名前を付けている。そして豆知識、中国の人名トップ10がこちらです。中国では名字が一文字の人が多く、上位3位までで人口 20% 程度を占めています。ですから人口トップ10以内に入っているこれらの名字というのは人口で言えば数千万人はそれぞれいると思われます。このように一つの名字で多くの人口を抱えている理由というのは、中国ではこうした名字というものがそもそもそれほど多くないということがあります。日本では名字の数は30万程度とあるのですが、中国ではざっと言っても4000程度しかないそうです。そして豆知識に、新型コロナウイルスはだんだんと変異してくることはこれは知られていることですが、これまでも多くの変異株というものが登場しました。アルファ株、ベータ株、ガンマ株、そしてデルタ株。このデルタ株が現在の主流となっています。しかしそれ以外にもデルタ株よりももっと感染力が強いかもしれないと言われて登場したものもあります。イータ株、イオタ株、カッパ株、ラムダ株、ミュー株など複数の国で様々な変異が見られました。しかしどれもデルタ株を上回る感染力は発揮しませんでした。 WHO が公式に人名と被らないようにしましたよということを言っているわけですから、今回のオミクロン株という命名の仕方、それ自体はやはり何といっても中国の国家主席習近平氏、シー・チンピン氏に対する配慮が働いていたと見るのが自然ではないでしょうか。何しろ WHO というのは基本的には中国に対する配慮というのがこの新型コロナウイルス問題では一番最初からずっと続いてきました。例えば中国で新型コロナウイルスの感染爆発が起こって武漢における都市封鎖が実施された時には WHO はまだまだ世界へと流行が広がっているわけではないから、各国に対しては人流抑制、人の流れを止めるなんてことはとんでもないとむしろ批判的な態度をとっていました。そして中国はこのような感染症対策においてきっと何とかしてくれるみたいなかなり無責任な発言をしていました。このあたりの行動といったものはかなり WHO の中国寄りな姿勢というものを示しています。さて命名についてはこのあたりにしておくとして、現在のところ分かっているオミクロン株についての話をしましょう。今回取り上げた豆知識その2でも挙げましたが、これまでも新型コロナウイルスは様々な変異を繰り返してきて様々な命名がされてきました。
しかしそのいずれにおいてもデルタ株が基本的には圧倒しており、世界的な流行を引き起こしているのはデルタ株で間違いありません。そうした状況にあって今回オミクロン株が注目されている理由というのは、変異が確認された南アフリカにおいてはデルタ株の流行からオミクロン株にと流行の主体が完全に移ったよという地域が確認されたことから、デルタ株とオミクロン株のその両方が存在する地域においてはデルタ株よりオミクロン株が主流になるという、この感染力が上回っているというデータが出てきたことが一番の注目点です。ですからこのような動きを受けて世界の株式市場は特に敏感に反応して大幅な値下がりをした地域が非常にたくさんありました。何しろ現在欧米においてはデルタ株が主流で、そのデルタ株の流行が全く止まらないような状況になっています。そのような状況においてデルタ株よりもさらに感染力が高いようだと思われる新しい変異株が出てきたのですから、これからとんでもないことになるかもしれないと恐怖におののいた人たちというのもいるわけです。このようなこともあって国によっては感染の主体となっている南アフリカを中心としてこれらの国々からの入国禁止措置を発表する国もあります。日本においてはこうした入国禁止という一番厳しい措置ではなく、入国後10日間の隔離措置を行いましょうという対応を発表しています。残念ながらこれは一番厳しい措置ではありません。先ほども述べたように他の国においてはもう入国禁止という一番厳しい対応をとっているわけですから、これに倣って日本も入国禁止措置を取ればいいのにと私などは思いました。というのも日本において隔離しますよとなっても基本的にはこれはお願いしますよという話であって決して強制的な話ではありません。例えば南アフリカから来ましたという人が強制的に10日間どこかで隔離することを国家がしっかりとやるのであればそれはかなりの安心感があるわけですが、実際にはあなたはどこかのホテルで休んでいてくださいね、お願いしますよというだけですから、その人が守らずに普通に出歩いていたとしてもこれを防ぐ手立てというのは基本的に日本にはないわけです。ですから基本的には性善説でこのようなお願いしますよというのは海外の人たちには通用しないと思った方が良いでしょう。お願いで話が全部通じると思うのはこれは大きな間違いなのです。そして感染力においてはデルタ株よりもオミクロン株の方が強いであろうというふうにデータとしては出てきているわけですが、じゃあ重症化率についてはどれくらい高まるのか、この点については全くまだまだ分かってはいません。変異がとても多いことからこれまでよりも免疫による抑制が効かないかもしれない、だから重症化率が上がるかもしれないという不安が持たれているわけですが、実際に多くの人たちがまだ感染しているわけではないので確かなデータとしてはまだ出てきてはいないのです。南アフリカにおいて感染者数が増加しているわけですが、まだまだ何万人という人たちがかかっているわけではないので、データとしてこれがはっきり分かってくるにはどうしても時間がかかるのです。ですから日本としてはどこかの国において感染が広がって感染力や重症化についての明確なデータが出てくるまでは基本的には最も厳しい措置で対応しておくのが無難だと言えるでしょう。このあたりは安倍政権、菅政権、そして岸田政権と新型コロナ対応をしてきたわけですから、基本的にはこれまでの教訓を生かしてまずは最も厳しい措置をとってその間に情報収集と対応を国内で整えていく、こうしたことを行うことが一番重要でしょう。ただし現在の日本の感染状況からするとまだまだ日本国民みんながさあこれからオミクロン株が来るからもう自粛を開始しようとそこまで一気に行動変容する必要はないと思います。今私たち個人ができるのは政府に対して水際防御策をしっかりと整えてくださいね、そしてそれらを超えられてしまった場合においてはベッドを確保するように医療体制を整えてくださいねといったことを政府へ注文することが一番大事だと言えるでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックや投げ銭機能のご利用をお待ちしております。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。